ご視聴ありがとうございます。KK です。本日はこのレース模様のトレイについて説明していきたいと思います。今回使用する素材はダイソーで買った100円のトレイです。ベースはミッドナイトという紺色をベタ塗りしました。しっかりと深い紺色が出るよう 3,4 回重ねて塗ると良いと思います。最初のパターンはレースのハンカチのコーナーがかかっているように描きたいと思います。まず大体の目安の直線を描いていきます。この時に2つ目のパターンのラインを描いてイメージを作っておくのも良いと思います。次にそのラインから 1.5 センチから2センチ離れたところにもう1本ラインを描きます。そして 1.5 センチほどの幅に点を打ってだいたい同じ幅のレースになるようにそこを目指して山形を描いていきました。このレースの幅は素材や自分の好みでいろいろ変えていくと良いと思います。今回レースに使った色はライトアイボリーという少しアイボリーがかった白です。それを平筆のコーナーに取りよくならします。筆の水分が足りなそうな時は水滴を拾って水分調節をします。では山形のラインに沿って模様を描いていきましょう。この山形がつながった模様をスキャロップと言います。スキャロップとはホタテ貝という意味なので、ホタテ貝の貝殻のイメージでその名前がついているのかなと私は思っています。一つの山に小さい山をだいたい5個ぐらい描いていきました。色が薄いなと感じる場合はもう一度その上からサイドローディングを重ねても良いと思います。この作業を一山一山同じようにしていきましょう。2段目のレースのラインの下書きをします。最初に描いたレースの幅の半分ぐらいのところに同じように山形を描いていきましょう。そして同じようにスキャロップのパターンを描いていきます。2段のレースが描き終わったところで直線のところにサイドローディングしていきます。長いラインをサイドローディングするときは大きめの平筆を使うと水分の含みも良いので長くラインを引けると思います。もう少し色を出したかったので2回目のサイドローディングをしました。レースにギャザーを入れていきたいと思います。サイドローディングした筆を立て V 字を描くように筆を動かします。山の中央に V 字を描き、その両脇に少し寝かせるように V 字を描くとギャザーが集まっているように見えると思います。レースに模様を描いていきます。ライナー筆の先で少し引っ張るように描いていきました。
レースの先にスタイラスでドットを打っていきます。ドットを打つ順番として気をつけたことは、山の高いところに最初に打ち、それから左右に打っていったことです。そうすることにより両側のドットが小さくなり、山形のカーブがきれいに残るように思います。何回も絵の具をつけていくと、スタイラスの先の絵の具が固まってしまい、ドットが大きくなってしまうことがあるので、その時は絵の具を拭き取り、もう一度絵の具をつけ直しましょう。この作業を繰り返していきます。細かい作業ですが、私は結構このドットを打っていく作業が好きです。薄い布がかかっているようにするためにウォッシュで塗っていきます。少し広い面をウォッシュで塗る場合は、筆で水を塗っておくと塗りやすいと思います。絵の具を水で薄め、一気に塗っていきましょう。絵の具の塊があるときはその都度取っていくと良いと思います。絵の具が乾くまでは筆跡は馴染んで消えていくので、どんどん塗っていきましょう。小さい面もそれぞれウォッシュで塗っていきます。布の模様はいろいろ考えて描いていくと良いと思うのですが、今回はライナー筆でストロークの模様を描きました。バラを描いていきます。花の中心部の色を濃く出したかったので、その部分だけ綿棒で色を取りました。サイドローディングでバラのつぼみを描きます。バラの描き方については他の動画で説明していますので、よかったら参考にしてみてください。萼の部分と茎をライナー筆で描きます。葉はミッドナイトブルーとライトアイボリーのダブルローディングです。スタイラスのドットで花芯と小花を描きました。葉の部分の青が明るすぎるような気がしたので、後からブラックとライトアイボリーのダブルローディングで色を重ねました。この状態で終わっても十分だとは思うのですが、さらに模様を描きたくなり、ラインとドットで模様を描き加えました。ラインは重くなりすぎないように絵の具を少しつけ、筆先で描いていきます。線の交差しているところにドットを打ち、模様を加えていきました。一つ目のレースのハンカチの完成です。もう一つのレースを描いていきましょう。山形に沿ってスキャロップのパターンを描いていきます。直線のラインから山の高さはだいたい1センチぐらいです。次に描くレースの下絵を描いていきましょう。山の高いところから高いところに向かってアーチ型を描いていきます。先ほどとは違い、レースの山が半分ずれた形になります。先ほどと同じようにスキャロップのパターンを描いていきましょう。
目安として小さい山を5回描くと良いと思います。直線のラインに沿ってサイドローディングをしていきます。上の段のアーチのところにライナー筆で格子の模様を入れていきます。筆についている絵の具をかなり落とし、ライナー筆の先でさっさっさと描いていきます。レースで編んだように見えると良いかなと思います。ギャザーを描いていきます。サイドロードした筆を立て、V の字を描くように筆を動かしましょう。中央に寄せるように描くとギャザーが集まったように見えると思います。上の段のレースに少し長めのストロークで模様を入れました。扇形に開くように5本のストロークです。下の段のレースには短いストロークの模様を入れました。先ほどと同じようにスタイラスでドットを打っていきましょう。中央から左右に打っていくと谷の部分の点が小さくなり、ドットが打ちやすくなると思います。今回は下のレースの部分にもドットを打ちました。上の段のレースではさらに山と山をつなぐようにドットを打っていきます。レースの端にビーズがついているような華やかな感じになるのではないかと思います。今回は直線のラインの内側に黒でサイドローディングを入れました。ライトアイボリーのレースのラインがさらに際立つように思います。ボーダーの模様として小さなバラを描きました。ライナー筆を使い円を描くように左右からストロークしたバラの花です。ライナー筆で左右にストロークの葉っぱを描きました。ハンカチの部分に3つの点の模様を打ち完成です。2枚のレースのハンカチをイメージした絵が仕上がりました。ニスを塗り完成した作品です。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではボールペイントのテクニックを紹介したいと思っています。高評価ボタン、チャンネル登録とても励みになります。よろしくお願いします。
最後までご視聴ありがとうございました。